こんにちは、MD ジャックです。最近、毎日のように TWS の新製品ニュースを目にします。動画にしたい TWS がいくつか溜まってしまっていますので、9月には何モデルかレビューできるように調整します。こんにちは、アイです。こないだ買った TWS、KZSK10 のレビューはアイがメインでやれるよう準備していますので、よろしくお願いします。さて、今回は CCZ です。フラッグシップモデルのプルームの動画を制作した時から今回のエントリーモデルも気になっていましたが、いいタイミングで EG イヤホンズ様からお声掛けいただきご提供いただきました。では早速始めましょう。今回も前半は愛ちゃんに頑張ってもらいます。はい、別にいいんですけど、ジャックさんがいないとまたあの妖精さんが変な格好で出てきそうなのがちょっと怖いんですよね。なんか言った？あ、やっぱり来た。今日も変な格好なのかな。なんか変な汗かいちゃうのよね。いやいや、アフロはなんか暑いからやめたよ。今回はどうよ？アフロよりいいかな。怪しいマジシャンって感じかしら。 BGM ポール・モーリアのオリーブの首飾りにしちゃうよ。マジックの助手とか頼まれてもやらないからね。あえの妄想炸裂してるね。第一マジシャンじゃないし。でもこれもちょっと暑かったかも。ところでレビュー進めようか。そうね、そうしましょう。まずコーヒービーンが発売されていましたが、これが好評のようで Amazon で1800円ぐらい。そしてエメラルド、メロディーが追加で発売になり、こちらも Amazon で2600円ぐらいとお手頃価格で全部買っても7000円ぐらいです。外観は3モデルほぼ同じ形状で、フェイスプレートのデザインが若干違う程度です。特徴は TPE 素材で特許取得のイヤーピースとイヤーフィンですね。コーヒービーンがダイナミックドライバー1機のシンプル構成、エメラルドとメロディーが 1BA プラス 1DD のハイブリッド構成です。BA ドライバはいずれもノズル部ではなくダイナミックドライバの横に配置されており、広域がうまく制御されていると感じました。また3モデルの感度、インピータンスのスペックならばスマホ直差しでも十分音量が取れるので、エントリーモデルとして扱いやすいことも確かです。詳細な音質については後ほどお話ししますが、どのモデルも基本的な音質レベルが高いと思いました。周波数特性の測定前で曲を聴いた感想レベルですが、低域はちょっと強めながら高域は程よく抑制されていて刺さらない、中域も結構聞こえるといった感じのバランスの良さが印象的でした。なんかパッケージを見て思ったんですけど、まずエメラルド、翡翠って書いてあるのがちょっとね。鉱物としてはエメラルドと翡翠って別物なので、あくまで輝きが似てるからっていうネーミングなんでしょうね。それにコーヒービーンもメロディーもキャッチコピーみたいのがあるのにエメラルドは書いてないんですよ。忘れちゃったんですかね。あとメロディーね、裏返しの明るい新音でスターニングニューサウンドフロムインサイドアウトってその下に書いてあるけど、せめて徹底的に見事な新しいサウンドくらいに訳せばいいのにって思っちゃいました。でもこういうツッコミどころがあるのも含めて中華イヤホンって面白いよねって思ってるんで、実は大歓迎なのです。では装着感へ行きましょう。ミミーちゃん出番よ。はいはい、この3モデルの外観は基本同じで、コーヒービーンだけフェイスプレートがちょっと丸みを帯びてたり、エメラルドとメロディーのフェイスプレートがちょっと違っているぐらいだね。どのモデルにも TPE 素材のイヤーフィンがついているのが特徴で、エントリーモデルでもこういうところが改良されているのがポイント高いよね。プルームのように凹凸が大きいと合わないって方も多いようだけど、今回の3モデルの突起は控えめだし滑りにくくなるので装着感はアップするよね。気をつけたいのは写真のようにイヤピが長いと耳に当たりづらくなるから個人差が大きいところだけど、軸の短いイヤピの方がイヤーフィンの効果を感じやすいと思うよ。ちなみに TPE 素材はサーモプラスチックエラストマーの略で、日本語だと熱可塑性樹脂ゴム弾性体って言うんだって。ざっくり言うと熱を加えて柔らかくして成形して冷えたらその形を維持するといったものだそうだよ。そういう意味では TPE 素材で特許を取っている付属のイヤピを使用するのもいいんだけど、ちょっと音が軽くて整理しきれていない雑味みたいのを感じたのね。あくまで好みの問題かもしれないけど、ファイナル E タイプの方が耳には音が澄んだ感じに聞こえて、この3モデルのポテンシャルをより発揮できると思ったよ。この違いは結構大きかったな。音質比較動画にもファイナル E タイプを使用したよ。はい、ミミーちゃんありがとう。今回はいっぱい言うことあったのね。お疲れ様。音質比較動画の前にジャックさんから補足説明があるそうです。ジャックさんどうぞ。はい、先にお見せしますが、今回の3モデルは周波数特性がそっくりです。収録音をリアルタイム波形で比較表示するとわずかに違ってはいますが、収録音でこの3モデルを聞き分けるのはかなり難しいと思うので、3モデルまとめてこんな質感ということが伝わればいいなと思います。では音質比較動画です。ケーブルは付属のケーブルを使用。イヤピはファイナル E タイプです。
coming at the same time. You don't got the time for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in the bedroom, bedroom. When we make it rain in the bedroom, bedroom.音質比較動画いかがでしたか？実機での聴き比べの際は倍音成分を多く含むブラス系やオーケストラ曲だと違いがはっきりしました。では波形を表示します。1から 2kHz への立ち上がりのカーブの違いは 1dB のコーヒービーンに若干の毒性の違いがあるようです。5kHz 付近ではコーヒービーンのピークが僅差ですが目立ち、実機では差を感じます。8から 10kHz へ向かっての減衰の傾斜の違いははっきりは分かりませんでした。実機で聴き比べて感じたことは、ダイナミックドライバー1機のシンプルな構成のコーヒービーンは元気のある音で華やかですが、ちょっと雑味のある感じもしました。ですが価格を考えたら非常によく響くモデルだと思います。エメラルドは音が整理された状態で破綻しづらく、優等生な感じで中高域から高域にかけての響きがクリアに感じました。でも中低域あたり中心の曲だと結構迫力があり、今回3モデルの中で一番のお気に入りとなりました。メロディーはドライバー構成がエメラルドと同じですが、コーヒービーンのような雑味を若干感じ、一聴して華やかに聞こえるんですが、聞き込んでいくと改造感に若干甘さを感じました。モデル名からボーカルが前に出るのかと思いましたが、周波数特性で見ても聞いた結果でも特にそういったことはありませんでした。ここでは別メーカーのモデルと波形を比べてみました。まずはダイナミックドライバー1機の今年発売のモデル KBE や KS1 です。レベルの高低差を見ると KS1 は結構どんしゃりですね。低域は CCZ3 モデルの方が出ています。2kHz 以上の部分では3、5、8kHz と徐々にピークが大きくなり、6kHz 付近の減衰があまりないので寝音は派手に聞こえます。CCZ3 モデルは3、5、8kHz のピークがほぼ同じレベルで、これは KZ、EDX の波形に似ています。こうして見ると KS1 よりも EDX よりも CCZ の3モデルの低域が強いことがわかります。KZ だと AS06 がこういう低域のカーブだったと思います。次は 1BA プラス 1DD の KZ、ZSN Pro X との比較です。ここでも低域は CCZ の3モデルですね。そして 8km 以上の高域が ZSN Pro X はよく出ています。エメラルドを聞いた後だと ZSN Pro X は高域がシャリシャリした感じに聞こえます。エメラルドとメロディーは BA がノズル内部ではなく、ダイナミックドライバーの横に配置されていることが高域の質感につながっていると思います。CCZ3 モデルや KBE やロビンなど最近のモデルのチューニング傾向として高域を特別強調しないモデルが出てきている気がします。どのモデルも音情は広めに感じますが、音は割と近めに感じます。分離が一番はっきりしているのはエメラルドです。例えばフラッシュシンバルがシャーンと鳴り始めてから消えるまでの余韻のザラザラした感じが一番少なく、他の楽器を邪魔しません。ライドシンバルは控えめながら芯があり、しっかりその存在感を示します。全体的にタイトな響き方なので分離と低位感が一番良いと思います。コーヒービーンとメロディーはシンバルの余韻にザラザラした感じが残ります。でも細かく比較しなければ気づきにくいレベルだということと、ザラつきが残るのが悪いということでもありません。個人的にはエメラルドが僅差ですが一番好みに合うサウンドでした。でも整理された質感が合わない曲もあると思うので、元気よく響くコーヒービーンやエメラルドとコーヒービーンの中間的位置づけとも思えるメロディーもジャンルに合わせてチョイスすれば良いと思います。コーヒービーンをすでにお持ちなら質感の違うエメラルドをチョイスするのがいいかもと思いますし、全部買うのはちょっとという場合はコーヒービーンとエメラルドの2本なんていいんじゃないかなと思います。基本的な質感のレベルがエントリーモデルとしてはかなり高いと思うので、これから CCZ はいろいろ話題になりそうな予感です。ということで CCZ、コーヒービーン、エメラルド、メロディーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。